こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はエイジフレンドリー補助金令和8年度の概要が公表されましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。最近の異常気象を受けまして熱中症対策というのがもうすでに義務化されております。また別の動画ではご紹介をしておりますけれど、高年齢者の労災防止というのが努力義務化をされてきた。様々な人が職場で働く中で安心安全な職場環境づくりというのが今非常に重視をされている状況ではあります。このエイジフレンドリー補助金、高年齢者の職場環境改善にぜひ使っていただきたい。また、今年の4月から努力義務化されたこともありまして、注目度が上がっている補助金ではあります。今回の概要ですけれど、まずは増加をしている高年齢者の労災の状況について確認をしていきます。その上で、以前別の動画で詳しくご紹介はしておりますけれど、令和8年、2026年4月1日から、高年齢労働者の労働災害防止というのが推奨から努力義務化されて明文化されています。その内容を見ていきます。そして今回ご紹介をするのがエイジフレンドリー補助金になります。こちら全部でコース3つありますけれど、まずは概要を見ていった上で、その上で各コースの詳細について解説をしていきたいと思います。まずは増加する高年齢者の労災ということで、職場における死亡者というのはどんどん減ってきて過去最小となっている一方で、休業4日以上の死傷者数というのは4年連続で増加をしているという状況になっています。その要因としては、やはり異常気象による熱中症というのもあります。また、様々な人が職場で働くようになって、高年齢者も職場に働くことが増えてきた。その上で60歳以上の労働災害というのが年々増えてきているという状況になっています。これを受けまして、今まで農林水産における労災加入というのが一部特例で除外されていた部分がありますけれど、この農林水産の特例除外というのもなくなり、完全義務化という形で進んでおります。こういった状況を受けて、やはり働く上で職場の安心安全というのが重要になってきます。それを受けまして、労働安全衛生法というのが改正されまして、高年齢労働者の労働災害の防止の推進というのが進められております。令和8年、2026年4月の1日から、従来は取り組み推奨ではありましたが、こちらが法律に記載されるようになり、努力義務となっております。この高年齢者というのは、おおむね60歳以上、明確な年齢で区切っているわけではありませんけれど、身体能力に応じた措置等が求められるので、年齢で確実には線引きできないとされておりますけれど、おおむね60歳以上の方、そして対象は中小企業を含むすべての業種の事業者となっております。どういった取り組みをしなければいけないのかというと、やはり安全衛生管理体制の確立をしてくださいというのがまず第一になってきます。そしてその上で各労働者の健康状態、体力の状況を把握をして、その状況に応じて環境改善を行っていく。また同時に安全衛生教育も行っていくというのが努力義務になっております。従いまして、高年齢労働者、就労している企業においてはこちら、ぜひ取り組んでいただきたいと思っております。その上で、ぜひ活用していただきたいのが、今回ご紹介をするエイジフレンドリー補助金になってきます。この補助金は、高年齢労働者の労働災害防止のための設備の改善、そして専門家による指導に対して補助を行うものとなっております。申請の対象企業というのは中小企業であること、そして1年以上事業を実施をしていること、また高年齢労働者、60歳以上かつ労災の適用を受けている労働者が1名以上いることとなっております。もちろんですね、60歳以上であっても役員は対象外となりますので注意が必要です。そして、このエイジフレンドリー補助金ですけれど、コースとしては全部で3
つあります。1つは専門家総合対策コース。2つ目が熱中症対策コース。3つ目がコラボヘルスコースになっております。1番目の専門家総合対策コースは2段階申請。場合によっては1段階にも可能ですけれど、原則としては2段階申請となっております。1段階目としてはリスクアセスメントの実施を行う。そしてその上で改善や予防の取り組みを行うという形になっております。1段階目のリスクアセスメントの実施に関しては申請期限が早いですので、8月末となっているので、申請を検討している場合は早期に準備が必要という形になります。また、熱中症対策コースに関しまして、そしてコラボヘルスコースに関しましては、補助上限が100万円、補助率は2分の1という形になっております。ではですね、それぞれのコース、詳細を見ていきたいと思います。まずは、専門家総合対策コースですけれど、こちらは2段階での申請となっておりまして、1段階目に関しては、労働安全衛生に関わる専門家によるリスクアセスメントの実施という形になって、リスクアセスメントを実施する上でかかった費用を補助をするというものになっておりまして、補助率は5分の4、そして上限は100万円となっております。こちら、申請する場合には申請期限が8月末にはなっておりますが、専門家によるリスクアセスメントをする場合には1段階目の申請が必要となりますが、ただしですね、自社で、安全衛生担当者によるリスクアセスメントを実施する場合に関しては1段階目の申請は不要という形になっております。従いまして、8月末までに間に合わないという場合はですね、自社でのリスクアセスメントというのを実施するのも良いかと思います。その上で2段階目としてはリスクアセスメントを踏まえて、高年齢労働者の身体機能の低下を補うような設備や装置の導入をする場合、または高年齢者の健康を踏まえた上での転倒の防止、腰痛予防のための運動指導等を行う場合、それぞれで申請をするという形になっておりまして、2段階目としては上限が100万円の補助率は2分の1となっています。2段階目の申請に関しましては、いつでも申請ができるわけではなくて、申請受付期間というのが決まっております。おおむね1月ごとに区切られておりますが、最終の申請は10月31日となっていますので、注意が必要です。そして続きまして、熱中症対策コース、そしてコラボヘルスコースですけれど、こちら、おおむね申請期間というのは同じになっておりまして、熱中症対策コースに関しては、この補助対象は、屋外作業等における体温を下げるための機能のある服。最近は工事現場でよく着ているのを見かけますけれど、そういった服になってきます。また、労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入ですとか、あとは熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器、身につけられるもの、そういったものの健康管理システムの導入に対して補助をするものになっています。一方、コラボヘルスコースに関してですけれど、コラボヘルスというのは企業と保険者、一般的には協会憲法や憲法組合さんになりますけれど、積極的にこれらが連携をして従業員の健康づくりを効率的、効果的に進める取り組みとなっております。そのための補助の費用、対象費用としては、健康教育ですとか研修、また栄養や保健指導を行う場合の費用、これらはいずれもオンラインでの実施は不可となっているので注意が必要です。その他ですね、システムの導入をする場合も補助の対象にはなりますが、パソコンそのものの費用は対象にならないので注意が必要です。そしてですね、こちら、いずれのコースも申請期間というのが決まっております。おおむね1月ごとに区切られてはおりますけれど、申請期限というのは10月末となっております。これらですね、今まで早期に締め切った実績はほとんどないんですけれど、やはりですね、熱中症対策というのが義務化されて、高年齢者の労災の防止というのは努力義務化されたことで、かなり注目を浴びてくる補助金ではないかと思いますので、早期締め切りの可能性が高まっていますので、検討の場合は早めに申請をしてほしいと思います。
ではですね、自社ではどのコースに申し込んだらいいのか、どのようなものを購入したらいいのかといったところですけれど、それに関しましては業種、職種によって異なってきます。また企業の規模等にもよって異なってきますので、ぜひですね、この助成金、申請を検討している場合は、専門家にご相談いただいた上で、まずは現状の把握、そしてこの補助金の情報収集というのを進めてほしいと思います。まずは情報収集が第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。